マラソンまであと3ヶ月。申し込んだはいいけど、何をすればいいかわからない。練習メニューを調べると難しい言葉ばっかり。大丈夫です。この動画はマラソン3ヶ月前からやることを全部1本にまとめた完全版です。しかもなんとなくの根性論じゃなくて研究データに基づいて話します。この動画でわかることは3つ。1つ目、3ヶ月を土台の月、実践の月、仕上げの月に分けた月ごとの練習プラン。2つ目、練習と同じくらい大事な補給、睡眠、シューズの準備。3つ目、当日30キロの壁にぶつからない走り方。初心者の方でも今日から真似できる形にしてあります。まず3ヶ月全部に共通する大前提から。練習の8割はゆっくり走ってください。目安は走りながら会話ができるペース。きつい練習は2割だけでいいです。これは世界中の一流選手の練習を分析した研究で繰り返し確認されている配分です。速くなりたいなら毎回頑張るは実は遠回り。速い人ほど普段はゆっくり走っています。きつい2割の詳しいやり方は前作のノルウェー式の動画で話しています。概要欄からどうぞ。それでは1ヶ月目土台の月です。やることはシンプル。週3回から4回ゆっくり走る。そのうち週1回を一番長いロング走にする。ここで大事な研究データを一つ。5000人以上のランナーを追いかけた研究で故障した人に共通していたのは距離そのものじゃなくていきなり伸ばしたことでした。1回の距離をそれまでの最長からいきなり1割以上伸ばすと故障のリスクがぐっと上がります。だからロング走は先週より1キロか2キロだけ長く、これだけ守ってください。目安としてこの月の終わりにロング走が90分、だいたい12キロから15キロできていれば上出来です。2ヶ月目は実践の月。テーマは2つです。1つ目、ロング走を少しずつ伸ばして最長25キロから30キロを目指す。フルの42キロを練習で走る必要はありません。30キロまでで十分というのが定説です。2つ目が初心者が一番見落とすポイント、食べる練習です。マラソンは体に溜めておける燃料だけだと途中でガス欠になります。だからレース中は1時間あたりジェル 1.5 本から2本分の糖分を摂るのが今の科学の推奨です。でもぶっつけ本番でジェルを飲むとお腹を壊す人が多い。実は胃腸も筋肉と同じで練習すると強くなります。研究ではお腹の不調が3割から5割減ることが示されています。やり方は簡単。90分以上のロング走の時、本番で使う予定のジェルを本番と同じタイミングで飲む。これだけです。ここで走る練習にプラスしてほしいのが筋トレです。複数の研究をまとめた解析で、筋トレをしたランナーは同じペースで走るのが楽になることが分かっています。燃費が良くなるイメージです。メニューは難しくなくていいです。スクワット、ランジ、かかと上げ。慣れてきたらバーピージャンプ。週2回、1回20分で十分。走らない日にやると時間も作りやすいです。3ヶ月目、仕上げの月。マラソンまであと1ヶ月です。レース3週間前に最後の一番長いロング走をやります。ここが練習のピーク。そして
ここからが初心者が一番失敗するところ。ラスト2週間は練習を減らすのが正解です。27の研究をまとめた解析によると、最後の2週間で練習量をだいたい半分に減らした選手が一番本番で速く走れました。ポイントは量だけ減らしてペースと回数は変えないこと。走る日はいつも通り1回の距離だけ半分です。減らすと不安になりますよね。でもこれはサボりじゃなくて3ヶ月の疲れを抜いて力を出す仕上げです。効果は数%。フル4時間の人なら5分以上に相当します。次は練習以外の準備の話。まずは前日の食事です。昔は1週間かけて糖質を貯めると言われていましたが、今の研究はもっとシンプルです。体を休めた状態で糖質をしっかりとれば、燃料タンクは1日でほぼ満タンになります。ロンドンマラソンの257人を調べた研究でも、前日にしっかり糖質を食べた人ほど当日早く走れていました。目安は体重1キロあたり糖質7グラムから10グラム。60キロの人ならご飯、お餅、うどん、カステラなどを1日かけて多めに食べます。前日に無理な練習をして食事が入らないが最悪のパターン。前日は食べるのが練習です。そして当日。マラソンには30キロの壁という言葉があります。これ根性の問題ではなくて、正体はただの燃料切れです。計算モデルの研究によると、マラソン挑戦者の4割以上がこの燃料切れを経験しています。防ぎ方は3つ。もう2つはすでに話しました。前日にタンクを満タンにする。レース中にジェルで補給する。最後の1つがペースです。データを見ると、市民ランナーの多くは前半に飛ばして後半10分以上落ちています。スタート直後は元気だし、周りも速いし、今日はいける気がする。これが罠です。最初の5キロは予定より気持ち遅く、後半に余力が残っていたらそこから上げればいいんです。最後に見落とされがちな武器を2つ。1つ目は睡眠です。アスリートを対象にした研究では、睡眠が8時間を切っていると故障のリスクがおよそ 1.7 倍という報告があります。練習を1つ増やすより睡眠を1時間増やす方が効く、そういう時期がこの3ヶ月には必ずあります。2つ目はシューズ。これはうちのチャンネルの担当分野ですね。264人を22週間追いかけた研究で、シューズを2足以上ローテーションして使う人は故障リスクが約4割低いという結果が出ています。靴が変わると足への負担のかかり方が変わって同じ場所ばかり痛めにくくなるんです。練習用のクッション系とレースで履く軽い1足、最低この2足を3ヶ月かけて交互に育てていくのがおすすめです。ここまでを1週間の形にまとめました。目標別に見ていきます。基本の形はみんな同じです。月曜、休み。火曜、ゆるジョグ。水曜、筋トレ。木曜、ゆるジョグ。金曜、休み。土曜、ロング走。日曜は休むか軽く散歩。余裕が出てきたら木曜のゆるジョグを前作で紹介したちょい下に変えるのもおすすめです。まず完走が目標の人。ゆるジョグは20分から30分。ロング走は60分から100分。ペースは
1キロ8分半から9分半。きつければ歩きを混ぜて大丈夫です。次にサブ5が目標の人。ゆるジョグは30分から40分。ペースは1キロ8分から9分。ロング走は80分から120分。本番のレースペースは1キロ7分7秒です。そしてサブ4が目標の人。ゆるジョグは40分から50分。ペースは1キロ6分半から7分15秒。ロング走は90分から150分。本番のレースペースは1キロ5分41秒です。この表をベースに土台の月はロング走を少しずつ伸ばす。実践の月はロング走にジェルの練習を足す。仕上げの月は全部の量を半分にする。完走が目標ならこれで十分戦えます。ペースの詳しい目安は前作のノルウェー式の動画で使ったこの早見表がわかりやすいです。自分の目標の行を見て、レースペース、ちょい下、ゆるジョグ、ロング走の4つのペースを覚えておいてください。ちょい下はレースペースのちょっと下のペースのこと。きつすぎないのに効果が高い美味しいペースです。完走が目標の人はサブ5の行を目安に。きつい日は歩きを混ぜて大丈夫です。心拍計を持っている人は一番下の段も目安にしてください。例えばゆるジョグは最大心拍の65から 75% です。まとめです。1つ目、8割はゆっくり。ロング走はいきなり伸ばさない。2つ目、実践の月に体と胃腸を本番仕様にする。筋トレは週2回。3つ目、ラスト2週間は量だけ半分。前日は食べて当日は前半を抑えて1時間ごとに補給。マラソンは才能より準備のスポーツです。3ヶ月あれば体はちゃんと変わります。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、そしていいなと思ったらマラソンを走る仲間に共有してもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画で。皆さん、今日もナイスラン！